今日は久しぶりのトークということでお悩み相談的なやつとか、はい、なるほどなるほど困った時用に取っといたやつ放出会ですね。そうどんなにねかっこいい人だって10年経って40になったらおっさんになるよ。もう木村拓哉だけやからおっさんになるともう大変なことになんねえからみんなもう俺としおちゃんが病人かどうかっていうのさ、分からんよ。何かどうかってここの関係性が強いか弱いかで言ったらさ、強靭って言った。うん、そう合ってるよね。俺の中でナイトであり続けるっていうのが俺の目標やから。ナイトそうなんかちょっと汗かいちゃったよいしょ。こんにちは。こんにちは。今日は久しぶりのトークということで何にも用意してて今日は何のトークでんですか？なんか前からポッドキャストとかでお便り募集してるやん。うん。それの中に混じってお悩み相談的なやつとか、はいはいはい。いくつか溜まってるんで、それはちょっと回答していこうかなっていう。はい。なるほどなるほど。困った時用に取っといたやつを放出会ですね。そうっていうことで3つほど用意してきたので、じゃあ早速まず1つ目。こんにちは、30代のゲイです。初めてお便りをお送りします。いつもお二人の動画に癒されています。僕は昔から自分に自信がなくて、人を好きになってもどうせ自分なんてと思ってしまい、自分から距離を取ってしまいます。アプリを見ても若くてかっこいい人ばかりに目がいってしまって、自分は選ばれる側じゃないと感じてしまいます。本当は誰かと一緒にいたい気持ちはあるのに、傷つくのが怖くて最初から一歩引いてしまう自分がいます。お二人のように自然体で一緒にいられる関係に憧れるのですが、自信がないままでも恋愛してよかったと思えた瞬間はありましたか？やってだから自信が持たれへんっていうのと、はい、そういう状態で恋愛してもいいのかっていう感じ、どう？せやな。まずケイチって自分に自信あるタイプっぽく見えるけど。あるねそうなんや。実際はそうでもないとかじゃないんや。自信なんやろな。なんかさ、ちょっとそれなんか正しい回答になってんのか分からへんねんけどさ、自信ってさ、人と比べてさ、自分がどうこうっていうものなのか、あとは自分自身が認めているものなのかみたいなところが結構、その差って結構あると思うのよ。そやな。相対的なものなのか、絶対的な自分自身が評価しているものなのかみたいな、なんかそれで言うと俺はあんまり相対的な評価っていうのを気にしない側やね。でもそれさ、普通の人はさ、やっぱ周りを見ちゃうからさ、相対評価になりやすくない？周りを気にして、自分なんかってなるくない？せやな。まあキイちゃんそういうタイプじゃないんやんな。せやな。例えばなんかこの方もおっしゃってたのがさ、アプリで自分よりかっこいい人がいてっていうのはあんねんけどさ、でもさ、かっこよさってさ、外見以外にも鍛えられるところってたくさんあるしさ、努力とあとは人に対する接し方とかさ、その辺でさカバーできるところってあるやん。だってな、イケメンばっかり持ってるかって言われたらそうでもないもんな。そう愛嬌のある。もちろんね、イケメンは強いのは強いと思う、それは俺も思うしさ、自分が世の中で一番かっこいいだなんてみじんも思ってないしさ、ただやっぱり清潔に気を使うとかさ、服装はそこまで多分意識はしてないかもやけど、でも清潔感とその辺はちゃんとしっかりしてたりすんねんけどさ、だからでもそこってさ、ある意味絶対的なところでもさカバーできるわけでさ、だからもうどうしようもないとか、もうそもそも比べようとしてなかったりすんのよ。でそれでさ、しゃあないなって思ったら、もうそこはもうしゃあないなんやからさ、じゃあしゃあなくできるところ、例えばなんやろうな、趣味とかも結構さ、こういうのってポイント高かったりすると思うんだけどさ、あとは料理ができるとかさ、いろんな要素があったりするしさ、
まあ、だからその辺で、まあ、カバーしていけば自分が自分のことを評価できるようになっていけば、なんかものずっとそういうのを気にしなくてもよくなってくると思う。なるほどね。でそういう振る舞いしてたら他の人も周りから見てもあの人ってなんかできる人なんだろうなって思わせれる、なんかケイチよく言うもんな、なんかできてる風に見せてるだけみたいな。できてる風に見せてるだけだからさ結局優秀な人間なんか世の中そんなおらへんねんからさまあただなんか雰囲気というか、立ち振る舞い方とかはなんか自分自身を認める絶対的なものがどんどんできてくれば、おのずとそこもなんか出てきて、なんか知らんけどいつの間にか周りも頼ってくれるというか、なんかだから自信がついてくるようになってくると思うのかなって俺は思う。で俺は周りのこと気にするタイプやからさ、今そうやってさこの人もさケイチにそうやって言われたとしても多分それができたら苦労せんわって思うと思うね。あ、せやな、考え方やからなこの辺は難しいところよな。なんかもう俺的にはもう周りと比べちゃうのはしゃあない、もうしゃあないし、だからそれ周りと比べて自信なくすっていうこともあるっていうのはまあまあ大前提として、とはいえまあこの辺はケイチと被ってくると思うけどさ、もう全ての面において負けてることってないやんか。ああ、そうやな。だから自分でなんかこの勝負できるところっていうのをまあ見つけたらいいんちゃうかなと思うねん。とかまあ世の中例えばイケメンって言ったらこう細身で、こう目がキリッとしててみたいな二重でみたいなのあると思うけど、別にさイケメンの基準ってこれも人によってちゃうからさ、自分はなんかこれがイケメンやとかこれがいいっていう価値を持ってたとしても、他の人は意外とそうでもなかったりすることって結構あるからさ、だからなんか自分はその上位に入らへんと思っててもそれが結構好きっていう人もいるやろうから、なんか自分が勝負できるところっていうのを探せばいいんちゃうかなっていうのは思う。でそれは別に顔やったらさもう先天的というか、まあ後からどうにもできひんから、まあ、清潔感とかね、その辺は磨けるけどじゃなくて自分でこうまだ今からでも磨ける部分っていうのがいっぱいあるやろからさ、例えば仕事頑張ってみるとかさ、なんか新しい趣味始めてなんかこの喋れる話題を持つとかさ、まあ、そういうところら辺でなんかこう自信を持てれるように、まあ完璧になるっていうのは目指さんでもいいから、まあ、ここやったら多少他の人よりかはまあ悪くはないかなくらいのレベルでいいから、そういう小さいことをこう目標にしていってそれの積み重ねでだんだん魅力的な人になっていくんかなみたいな。確かにね、やっぱだから行動は重要だよね、知らん。まあね、そうやって周りを比べちゃう気持ちはわかるけどな、周り見てても何も自分は変わらんからね。せやな。そう本当は誰かと一緒にいたい気持ちはあるのに傷つくのが怖くて、一歩引いてしまう。せやな、そこな難しいのがさ、まあ俺も、まあ、何回も言ってるかもしれへんけどさ、初めてが翔ちゃんでさ、で今このまま行ってるからさ、傷ついた経験がない、そうがないからさ、その恐怖心がないのよ。でもそんなんさ言うても別になんか新しいこと挑戦するとき怖かったりせえへん？いやそれはあるけど、でもなんか例えばさ、まあ、恋愛っていうのかな、ちょっと分からんけどさ、どうしようもできへん部分ってあるやん。自分自身がもうこの人のことを好きってなったとしてもさ、どんなに頑張っても向こうがさ思ってくれないとさ、もう成立せえへんやん。自分だけが強く思っててもさ、成立せえへんものってあるやん。でもまあ仕事とか、まあ、友人とかはまあそこまでそれってあんまりないんちゃうかなと思ってて、ある程度努力して行動すればその見返りってあるもんだけど、恋愛って結構そこが不成立だって一人にしないとダメなことやから、1位にならなあかんってことやからな、もしもっての。まあ人の気持ちはどうしようもないし、っていうか基本はそういうのを多分、まあケイチは例外やけど、なんかこの若いうちにもう数をこなしていって、それでこう傷つきながらだんだん踏み出せるようになっていくもんやと思うからさ、最初はやっぱりみんな怖いやろうし傷つくやろうけど、それはちょっとまあ乗り越えていかなあかんのかな。まあ、ただなんか思うのはさ、俺らのこの関係ってさ、まあ、自然体でって言ってくれるけどさ、結局は俺もしおちゃんもさ、ぶっちゃけた話するとさ、
赤の他人やね、うん、血も縁もゆかりもない人がさ、今こうやって一軒家でさ住んで、特にこうストレスもなくさ、生活できてるってさ、まあそれはさやっぱお互いあるやん、いろいろなことがさ、でもこれってやっぱさ年月を共にしたからこそ成り得てるところって絶対あるからさ、あるね。だからねやっぱね、この方が何歳か分からへんけどね、やっぱねこの年数というか、ここが長ければ長いほどやっぱそこってどうしても強くなる面だと思うのよ。この人30代やって。あ、そうなんや。でも30歳か、30代か、もしかしたらそんなにあれなんかな、やっぱりそこまで恋愛経験っていうのはあんまりこう積んできはらへんかったんかもしれんね、この文明を読んでると。せやな。ただでもね早い方がいいのかなとは思うわ、今からでも。やっぱそこはね早いに越したことがないような気がする。でもその相手を見つけるのが難しいって言ってはるんじゃない？でもそれはもう数なんかな。この人30代やけど若くてかっこいい人ばっかりに目がいってしまうって言ってね、ってことはちょっと理想が高いっていうのもあるんかもしれん。ああなるほどね。それもね意外とさっきも言ったけどさ、最初自分がさいいって思ってるもんって結構さ、そうでもなかったりするしさ、逆もまたしかりやと思うねん。そうや意外とだって圭一なんか俺全然見た目はね、タイプじゃないしね。それにねどんなにねかっこいい人だって10年経って40になったらおっさんになるよ。もう木村拓哉だけやから見た目はね、そうおっさんになってもかっこいいのは、もうおっさんになるともう大変なことになんねんからみんなもうそう一般人は特にそういうもんよ、だからあんまりなんか見た目はもうほんま気にせん方がいいよね。体型だってね圭一みたいにブクブク太っていくパターンもあるし、翔ちゃんみたくお腹だけ出てくる人もおるしだからその辺は別にそうだからやっぱ見た目よりも中身よね。空気感というかね、なんか同じ時間を過ごせれる人を探した方がいいかなと思う。結局はそこだと思うよ。そうやね。そう一応でこの人自信がないままでも恋愛してよかったと思えた瞬間はありました。多分圭一はもう最初から自信あったからあれやけど、そうやな。でも俺もな圭一にこう好きって言われて付き合ったからな、自信がなくても別にある意味良かったというか、向こうから来てくれてたから待ちの姿勢やったからさ、自信がないままアタックするってことではなかったからさ、この辺はちょっと何とも言われへんな。俺もうなんかそこはもうプラスとマイナスみたいなもんよな。なんかプラス同士のものでも反発しちゃうしさ、マイナスだとそもそも行動力がないしなっていう、俺はどっちかっていうと行動力があるタイプで、翔ちゃんが待ちの姿勢やからさ、だから待ちが悪いとか行動が絶対必要かってなんかそうでもないような気がするからさ、その辺は相性よな。ただ年取れば取るほど、待ちの姿勢はしんどくなってきそうな気はする。やっぱりね上になっていくと多分年下の子の方がそういう待ちの姿勢になりがちやからね。せやな。だから若い人がいいんやったらよりガツガツいかんとあかんかも。ガツガツしすぎるのもちょっと嫌なおじさんになっちゃうけど。だからとりあえず行動して、あとは俺できれば同年代をお勧めしたいかね。そうやね、若い人ばっかりじゃなくて、確かに同年代の方がやっぱりね話も合うし行動してても楽やと思うねんな。だって怖くない？もしさ30代の人がさ20代の人が付き合いましたと、10年間付き合ってさ40でこっちは30で、また10くらいやったらなまだいいけど、別れますってなった時にさもう40やで、確かに。だからそういうところはさお互い同じぐらいの年齢やったらさお互いがもう40になってお互い別れましょうってなってもさ、もうならへんやん。だから別れるじゃなくて建設的な話し合いをしようって。だからお互いなんかなるもんな。もうかすがいよね。かすがいというかかせというかね、でもそれもね別にある意味いいと思うけど、だから同い年ぐらいで探すのがいいんちゃうかなって俺は思うわ。以上です。回答になってるのかなこれ。じゃあ次ね。こんにちは。お二人の動画を見ていると言葉が多くなくても通じ合っている感じがしてこんな関係いいなといつも思っています。私には付き合って8年になるパートナーがいます。一緒にいる時間は穏やかで仲が悪いわけではないのですが、
最近相手との温度差のようなものを感じています。私はこれからの人生のことを考えて、住む場所や働き方、将来の過ごし方についてももう少し話したいと思っているのですが、相手は今が楽しいからいいんじゃないという感じで深い話はあまりしたがりません。その温度差に私だけがこの関係を真剣に考えているのかなと不安になることがあります。でも別れたいわけではなくて、できればこのまま一緒にいたいとも思っています。長く一緒にいる中で、将来に対する考え方や関係への向き合い方に温度差を感じたことはありましたか？そういう時お二人はどうやって同じ方向を向いてきたのでしょうか？教えてほしいです。温度差ね。温度差なかったかといえば多分あったとは思うかな。なんか最初の頃あったような気がする。特に多分それはね、お互いが幼かったっていう、俺が幼かったっていうところがあんねんけどさ、なんか俺がさ先に多分就職が多分先やって、で翔ちゃんが学生やったっていうところの温度差もちょっとあって、時間の感覚がちょっと変わったのか、結構その辺で翔ちゃんにきつく言っちゃったことはあったのかなってちょっと思ったりはあるかな。せやな。であとは逆に翔ちゃんが働いてさ、俺も働くってなった時にさ、ふとニートの期間に俺が入った時とかはさせやな。翔ちゃんは結構そんなにきつくはなかったけどさ、でもなんか多分俺も俺でなんかしんどいなって思いながらの期間はあったと思う。でもなんていうの、その将来についてっていうところに絞ればさ、あんま温度差って俺らなかったくない？別に家建てたいって思った時も別にケイチも家いいやんってなってたし、そこの時はね、もうだってその時にはもうしっかりと関係性ができたタイミングやからさ、その俺さ最初からなんか別になんか人によってはさ、こう付き合い始めた時にももうなんか別れる時のことを考えちゃう人って多分おると思うんやけど、俺そういうの一切なくてさ、もう別に付き合ったら別に後のことはもう何も考えずに身を任せるみたいな感じで、今が楽しかったらとりあえずはいいんちゃうみたいな感じでこう今までやってきてるからさ、あんまり将来のことについてこう真面目に考えるって、家建てるとかその辺になったらね考えるようになったけど、それ以前は全然そんなん考えずにやってきたから、それを多分真剣に考えたい人、特に女性とかやったらね、子供のこととかもあるから、せやな、そこはあるのかもね。そうだから俺らはあんまり温度差って将来に関してはあんまり生まれにくいけど、男女ってなるとやっぱりそこは強いかもね。特に男の人はね、子供のことあんまり意識しひんことが多いやろうし、できれば考えたくないって人もおるかもしれないし、せやな、確かに面倒くさいと思ってる人も中にはおると思うやん。別感は欲しいなとは思ってるけどさ、やっぱりできたらできたでさ、いろいろ大変やん。生活が変わるのは間違いないしさ、確かにね。なんか欲しい反面嫌って思ってる男性は多分一定数いそうな気がする。勢いがないと子供は子育てできるみたいな、できちゃってどうしようの方が男は案外いいのかもしれんから、今回この人が男女のカップルなのか分からんけど、そうやな。ただなんやろうね、将来のことを考えたくなるっていうのもすごく大切だと俺も思っててさ、俺もさ付き合いだして3,4 年とかはさ、すごくそういうところどうしようって結構考えてた方だと思うのよ。今のままじゃあかんとかさ、なんか考えてたような気がすんねんけどさ、最終的に俺それを考えてもうコロッと変わったんやけどさ、なんかそれはさやっぱ病理の人にさ、お前は何のために生きてんだって言われて、何を真に生きていくんだみたいな感じで言われた時に、その時に俺もハッとして、もう未来とかじゃないなと思って、もう俺はもう翔ちゃんと一緒にいたいなと思ったから、だったらもう翔ちゃんとどうありたいじゃなくて、どう翔ちゃんと一緒にいられるのかっていうところにもう重きを置くようにして、その温度差が違うカップルはどうすればいいの？じゃあそこね、でもね多分ねそういうのあると思うのよやっぱ、将来のことを考えたい人とかさ、その辺をきっちりだって見えないものって怖いやん、自分はでも置いていくっていう現状があるからさ、ってなった時に不安や、人間って分からんことって一番不安ってなるからさ、ただでもそこはね一度振り返って、あなたが一番何を大切にしたいの、未来の不安を消すことがあなたにとって一番のものなんですか、いや多分違うでしょと、なると思うのよ、
誰かと一緒にいたいことが一番なのではっていう、でも多分ねこの考えちゃう人ってここがね不安定になりやすいのよ、やっぱり未来のことを考えることを相手のパートナーよりも上になっちゃうのよ。パートナーと一緒に未来のことを考えるっていうことがパートナーのことよりも上になっちゃうみたいなちょっと変な感じになっちゃうのよ。パートナーのことがまず第一なのか、パートナーと未来のことを考えることを第一になってないかどうか、ここがこうなるとやっぱパートナーもパートナーでしんどくなっちゃうところが出てくるのよ、だって分からんやんっていう人もおるやん、パートナーの中にはさ、そんな考えたってしゃあないやんっていう。そうやな。だからそれは楽観的なわけじゃなくて、だからここはねもうちょっとこっちの高くなっちゃった人がちょっと抑えていくしかないのかなと俺は思う。でもさそれで言ったらさ、もしこの人が女の人と仮定してさ、でずるずる年齢を重ねていってさ、子供がもう望めない年齢になったらそこはねそこはちょっと俺も分からん俺らは子供がおらへんからね、まだだからこれ言えてるんですけど、いやだから俺は結構やっぱ話し合うことは絶対必要やと思うけどな、どっかのタイミングで、どっかのタイミングは必要かと思うね。だから男の人が楽観的すぎて考えてない、刹那的に生きてしまってんのか、それともなんか将来のことを直視したくない理由があんのか、理由があんのかどうかっていうのをまずはっきりさせるべきやね。そのなんか前向きになってないのは。確かに子供が絡むとちょっとわからんなんかその辺はちょっとなんかで、この人もなんとなくその人がなんかその辺あんまりこう前向きに思ってないっていうのをなんとなくうっすら感じてるから、あんま強く言えへんのちゃうかなって思う、せやな。そこを強く言っちゃうと、じゃあ別れようってなるのが怖いやん。でもそれであればさ、もし男女であればさ、この方々がさ結婚してるかどうかっていうところも一つの重要指数だと俺は思う。付き合ってるのであればもしかしたら違う方向を見てる可能性もあるやん、しかも付き合ってるだけの段階でそんな将来のこと言われたらちょっとしんどいわってなる人も、確かにな。まあそれは俺やろうしね。確かに結婚してたらちょっとそれはもう結婚したいから考えるべきではってなるけど、せやな。まあいろんなパターンがあるからね、何とも言われへんけど、ちょっとこの分からは何とも言えへんけど、せやな、難しいね。でも住む場所や働き方、将来の過ごし方やから結構深い関係性なのかな。まあでもね、不安に思う人って何でもなんか答えを考えようとしちゃう癖があるから、そう、答えは出さなくてもいいことは世の中にあるからね。いや俺も結構その辺ね考えちゃうタイプなのよ、どっちかっていうと答え出したいタイプなんだけどね、もうそれはねもう諦めた最近。もうなんか、やっぱ考えても意味ないことを考えたって、それはもう頭がもう混乱しちゃうだけだから、てかそういう考えなんかもしれへんよね、そのパートナーの人が。だからこそあんまりこう深く考えへん、だから深く考えないことイコールその今の関係性について真剣に思ってないっていうわけではないっていうことは分かってあげてほしいかな。そうやな。考えてもしゃあないんやからもう考えんとこって思ってるだけかもしれへんかな。だから一回はそこをちょっとこうどう思ってんのかは聞いていいけど、彼氏、パートナーさんがそういう風な感じであんまり将来のことに対しても考えないようにしてるっていう意図を持ってそうやってやってはる行動なんやったら、そこは尊重してあげてもいいんかもしれん。なんか分からんよな、その関係性にもよるよな、そこがな難しいね。確かになんか関係性を測るってむずくない？ここがさ、俺としおちゃんが病人かどうかっていうのさ、分からんやん、分からんけどさ、なんか安心感ない？何かどうかってここの関係性が強いか弱いかで言ったらさ、強靭って言った？そう強合ってるよね。強靭って言葉あるよね。あるっていうなんか認知されてるますか？そうしてるやん、俺もしてんのよ、でもなんとなくじゃない。じゃあなんで強靭だと思うかを説明してくださいって言われるとできへんくない？できへん。だからこの辺って難しいと思うのよ。でもなんか知らんけどお互い強靭やろなって思っちゃってんの、思い込みだと思うのよそれって。だって説明できへんわけやから、年月を重ねてきてるっていう事実があるんかもしれんけど、なんか俺がどのぐらい強靭なのかとかとしおちゃんが強靭と思ってこの強靭レベルも多分微妙に違うとは思うの。
でもなんか知らんけどそれによっての不安ってお互いは発生せえへんレベルにもうなってきてんのかなっていうところはあるからさ、なんかほらよく言うやん、この付き合った人たちがさ、そのどっちか一方が好きすぎてもあかんし、この好きの度合いが同じくらいで釣り合ってないとうまくいかんみたいな、だからそこが釣り合ってたら多分大丈夫よね。釣り合ってるけど将来についての考え方がずれてるんやったとしたら、まあそこはもう好き同士やからうまいことこう今後調整していけると思う。まずここの関係性があるかどうかを考えた方がいいかもね、ここもなんか微妙な気がするだったら、ちょっとまた話は変わってくるのかもしれない。そうやなそうまずはそこの確認やね。せやな第一はそこやなそこの確認をしてから安心するのか、話し合うのかあともう一個だけ最後あったわそういう時お二人はどうやって同じ方向を今まで向いてきたのでしょうか。でも話し合いをめっちゃしたような気がする。そうやな、なんかほんま付き合いたてのところさ同居してなかったからさ別々に通い妻みたいなのになってたからさだからその平日は離れてたやんかせやな、長文お互いそう LINE めっちゃ長文バーってあの頃今思ったらそんな全くないもんな。そうしかも俺さ今だったらさそんな長文送る時なんか全部チャッピー通すねんけどさ、当時チャッピーなんかないからさ、俺の理解不明確かにいまいちよう分からんことってなんか多分あったと思うけど、今だってチャッピーにさ長文よく打ってさ送んねんけどさ、キュッてなんだよキュッてなってさお分かりやすいってなってさよく上司に送ったりするんだけどさ、それをもっとうわーって書いてさ「しおちゃんにどうぞ」って添削なしで大変なことになってたと思うそういう時代もあったからね、でもそういう時間もまあ良かったかなと思うけどね、やっぱり。まあね、それはまあしおちゃんが付き合ってくれたから良かったかなと思うけどね、確かにみんながみんなあれ付き合ってくれるかと言われたらそうでもないかもしれない、せやな。だからなんかね俺もねなんか運が良かったなって思うわ、でもこの人もさ8年やったっけ、付き合ってはるわけやから多分相性はいいはずやねん、そんだけ続けられるって。まあだからそこは自信を持たはったらいいんちゃうかなって思うけど、せやな。あとはまあお互いのことを思いやればなんとかなりますわただなんか最初にさ書いてあったやん、あれちょっとねなんか俺この言葉が多くなくても通じ合ってる感じがしてってあるやん、これねデメリットもあるよもうね俺がもうそれすっごいデメリットあんねんけどさ、やっぱしょうちゃんにあれとかさこれとかでさめっちゃ説明が通んのよわかる、この人はそういうことを言ってないのかもしれへんけど、言ってないな言葉が多くなくても多く伝えた方がいいよパートナーにはじゃないと仕事の時大変やねマジでそれはまあただの笑い話だけど、あれとかこれとか言ってもね通じへんのよ。そりゃそうやな。でもしょうちゃんの場合は通じるからさ、もうそれに慣れるとねもう良くないよ本当にもう良くないはいはい、じゃあ3つ目。はい。こんにちは、お二人と同じ30代のゲイです。いつも動画を見て自分もこんな風に年齢を重ねていけたらいいなと思っています。最近将来のことを考えると不安になることが増えました。周りの友人は転職したり結婚したり海外に行ったりとそれぞれの人生を進めている感じがするのに、自分は大きく変わらない毎日を過ごしています。今の生活に大きな不満があるわけではないのですが、このままでいいのかなと思ってしまいます。ゲイとしての将来を考えた時に家族を持つわけでもなく世間的な分かりやすい形がない中でどうやって自分の人生に納得していけばいいのか分からなくなることがあります。お二人は長く一緒に暮らしてきて将来に対して不安になったことはありますか？またこのままでいいと思えるようになったきっかけがあれば聞いてみたいです。若干さっきの質問と似てる。せやな。やっぱな将来って不安よなみんな将来に不安を感じる。この俺らくらいの年代がちょうどそうなんかもしれんけど、確かにねこうキャリアとかさ、出てきちゃうやん言葉で、20代ってあんまり多分キャリアって意識せえへんと思うのよ。しかもまだ30代やったらまだいろいろ選択肢が残されてるわけやから、迷いようがある。30後半になってくるとさもう定まってくるもんな、道が定めないとあかんやん、もう確かに。
まあね、ゲイの人の将来か。この人まあ読んだ感じやとパートナーとかは別に今言い張るわけじゃないのかもしれへんし、いるのかもしれへんし、まあ分からんな。分からんな。でも今の生活に大きな不満があるわけではない。せやな。まあだったらまず不満がないのであればまずは問題ないんちゃう。この人もなんか周りと比べて自分がなんか変わり映えないからこのままでいいのかなっていう漠然とした不安が。結婚したりとか海外に行ったりとかな。まあだからゲイの人ってやっぱりさ、もうある程度の年齢になるともうあとは変化がない人生やからさ。そうなんかな。まあだってライフイベントとしてはもう別に子供も生まれんからさ、結婚もないしさ、子供の就職とか結婚とかもないしさ、親の介護までないもんな、孫が生まれるとかもないしさ。確かにな。そういうライフイベントがやっぱ普通の人に比べたら少ないから、まあだから安定してるっていういい意味では安定してるけど、悪い意味で言うとそう刺激がない、けどそれは悪いことなのかっていう。まあな、でも難しいよな。俺らじゃあ刺激ないかっていうと刺激しかないよまあね、急に転職しだしたり出たりさ、YouTube もやったりさ。でももうやり尽くした感ない。まあな、でも俺だって仕事が今安定してるわけでもないやん。まあまあそうやな。そうか。俺はだからなんかその辺はまだまだ不安っていうか安定ではない、別に不安があるわけではないねんけど安定とは言い切れないのかなっていうところで、でもさ、それもさ、多分やっぱり俺らってライフイベントが少ない分、やっぱりこのだからこそちょっと余裕があるっていうのもあるやろうし、ただなんやろうな。でも姉はさ2人だから、子供がいるからさ、見てて思うけどさ、なんか意外とそこまで未来のこと不安してないよね。もう目の前で全員いっぱいみたいな感じで。なるほどね。そうなんや。もうだから目の前が忙しくなりすぎともう未来のこと考えられへんのんちゃう確かにそうかも、ね、そうなんかそれは見てて思うからさ、ある意味それでもいいかもしれんけど、この人多分その今現時点で周りと比べて刺激が少ないから、それでなんかいいのかなって思ってるって言うんやったら、じゃあ別になんか自分から刺激を求めていったらいいんちゃうん。でもなんか変な気を起こして転職したりとかさベンチャーに行ってみようとかさ、なんかちょっとそれは怖いからさ、絶対やっちゃダメとも言われへんけどさ、それをさリスクカバーができる関係性の何かがあればいいのかなとは思うから、例えば俺だってさ転職した時とかさ、やっぱしょうちゃんがいてくれるっていうところも多かったと思うの。絶対一人やったらできひんもんな。そうだし、しょうちゃんもしょうちゃんで、やっぱ俺が今こうやって働いてるから、ちょっと YouTube とかも言えたりできると思うの。だからなんか保険が多分あるやん、俺らってさ。いやそれもでかいね、やっぱり。だからなんかちょっと保険残しながらやった方がいいのかもしれん、保険を残して挑戦してみる。そう。なるほど。確かにこの自分の人生にどうやって納得していけばいいのか分からなくなりますって言ってはるけど、いや納得なんか死ぬ時に納得すればいいんちゃう？キイチは今この人生納得してる？納得してる？納得してるってむずくない？なんか俺納得してるんやけども。そうなの？最悪明日死んでもまあ良かった人生と思うんやけど、死んでいけるもん。納得はなんかまだなんやろな。心残りはあるか。心残りっていうか、俺が一番今心残りになりそうなのはさ、翔ちゃんより早く死ぬことが心残りやからさ、俺多分翔ちゃんが先にいやこんなこと言ったらよくないけどさそれ早く死んでほしいみたいな言い方になりかねへんけど、そういうわけじゃないねんけどさ、俺は多分翔ちゃんが先に死んでくれたタイミングで納得すると思う、自分の人生に。圭一の役割としては俺のなんか人生をこうサポートするみたいな、守るっていうのが俺の中でナイトであり続けるっていうのが俺の目標やからさ。ナイトそう俺はもうそれをもう決めたから、だから俺はそれが今の心残りではないけど、だから俺は未完してないの、完成ではないの。なるほどね。だから翔ちゃんが死んで初めて完成する芸術作品みたいなでもさ、今現時点でなんかしなっていう焦りはないでしょ。このままでいいとは思ってるでしょ別に。せやな。それはどうやって思えたんっていうことを多分知りたいんやと思うで。このままでいい？このままでいいや。このままでいいやはな思ってんのかな。でも確かに難しいねそれって。このままでいい？
別に今は現状には満足してるけど、別に永遠これのままで生きたいとは思ってないよな。だってやっぱベストはないよ。そうやね、あくまでもベターよ、いいなって思ってるけど、じゃあこれがもう100点ですとは言い切れへんし、まあさっきもね言ったけど、俺もまだ転職したてでさ、新しい職種になったばっかりやからさ、ちょっとこれからっていうところもあるからさ、俺もね何個かちょっと新しいこと挑戦したいなと思ってることもあるし、まあでもじゃあ今の過程を評価して、まあなんやろ、ベストに向かってはいるかなっていう評価はできるのかなって思うし、だからまあ歩みを止めてるわけじゃないもんな俺ら。せやな、そこはそうだと思うわ、なんか不変っていう概念はちょっとないね。そうやな、俺らの行動というか今の歩み方で、満足はしてるけどより改善を続けていってる。こうなってってるからなんかいいのかどうかは分からんけど、それを一旦置いといて平坦な歩み方はしてないような気はする。そうやな。なんかそうやって最後さ、自分が死ぬ時まあな人生やったなって思えるためにはどうしたらいいと思う？せやな。でもこの人もさ、安定が嫌っていうわけでもないんかな。なんかこの人は安定とかそんなよりも、なんか周りの人がこうなんやろ、人間的に成長していってるっていうかさ、なんか転職とか結婚とか海外に行くとかってなんかそんな感じやん。確かにな。なんかそういう大きい、なんかこのインパクトを自分の人生に起こさなくてもいいんかみたいな感じなんじゃない？なるほどね。確かに。まあこれがさ、だって全員が結婚して成功してたとかさ、海外に行って成功したのを見たっていうわけではないやん、海外に行ったっていうだけ、結婚したっていうだけでさ、成功したかどうか置いてあるやんこれって、まあでいうのであれば、そうやな、それぞれ自分の人生を進めている感じがするのに、自分は大きく変わらない毎日を過ごしてますやから。そうやな。で自分の生活に大きな不満があるわけではないけど、このままでいいのかなと思ってしまいますやから。まあな、難しいね。難しいね。やりたいことがあればやってみたらいいんちゃうかな、でもなんか今やりたいことない人も結構多いみたいな。そうやんな。そういう場合どうすんのやろうね難しいね。その人生の価値ってどうやって測られるんやろうね。難しいね。なんかでも考えたら沼にはまりそうよな、こういうのってだって何のために人間は生きてるんっていうことになるし。そうだからなんかちょっとあんまり深く考えずに、まあなんか始めてみるのもいいのかもね。意外と、そうなんか新しいことやるってなったら絶対にそれは自分の人生にとって刺激にはなるはずやからさ。なんか分からんけど、そういうちょっとわけわからん行動してもいいのかもね、このあくまでもこの自分のこの今の生活が崩れない範囲で、っていう行動を起こしてみてもいいのかも。ある意味独り身のゲイやからこそできるなんか余裕ある遊びみたいなね、まあそんな感じ。どんな感じまとめられへんまあせっかくゲイとして生まれたからには、ライフイベントが少ないからさ、安定に身を任せるのもよし、それが物足りひんって言うんやったら、まあその余ってる時間とかさ、お金とかでさ、ちょっと新しい挑戦をしてみるのがいいんかもしれへんね。あなたにしかできないことって多分その人たちにはできひん、あなたにしかできないこと、できない挑戦っていうのはあるやろから。そやね。それをやってみたら、旅行行くとかでもありやしね、だってフラッとパーッと一人で旅行行くとかっていうのもね、そんな子供おる家庭なんかやったらまずできひんことやからさ、まあそういうのをやってみるっていうのでもいいんちゃうって思う。そやな。まあそんな感じで今回は3つほど、ありがとうございます。お悩み相談を聞きました。なんかちょっと汗かいちゃったでも意外と話せるね、意外と。あんまりこういうの苦手かなと思ってて、あんま通ってこなかったけど意外と喋れるね。また溜まってきたらこんな感じのやってもいいですね、いいかなと思うんで、なら今日はこの辺で終わりましょう。やりましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。